ウィンドモールですね。窓枠状況を説明します。まず最初やろうと思ったのが、アルミホイールですね。アルミホイールを、こういうスプレーのりで貼り付けて、お手軽に切っていくということをやってました。でそのベースのために、三角窓のところパンツやセミグロスブラックっていうのがあったんでね、一旦マスキングして、黒で塗ったんですよ。でスプレーのり使って一通りっていうかね、かなり悩みました。まずスプレーのりが梨地の原因になるんですよね。なんて言うんだろう、濃ゆい塗料をエアブラシで塗るとブバババッとなりますよね。あの状態なんですよ。でそれで伸びていかないと、潰れないと結構硬くなります。で貼っていって、一通り貼ったんですけどね、どうしてもその梨地が気になってしまって、でアルミホイル自体も柔らかいんで、曲げていくと結構シワっていうか、シワまではいかないんですけどね、もやもやっとなっちゃうんですよ。で一回全部剥がした状況がこれです。チッピングですね。いわゆるチッピングです。これはこれでね、味があっていいとは思うんですけどね、ミリタリー調で。ただ実写はやっぱりステンレスのカバーが入ってますね。で助手席側をちょっと違う方法を取りました。これですね。我慢のレベルかな。あまりうまくはないです。しかも下の黒がちょこちょこっと塵の部分で覗いているという状況ですね。で下手を打って若干ボディの方傷つけちゃったところもあるんですけど、このまま練習ということでね、進めていきます。でなんとなくやり方見えてきたんで、これどうやって補修し筆だなということですね。で今からちょっと運転席側のサイドの前に、基本の形としてリアやりますか。リアやってサイドでちょっとご説明をしていきます。それでですね、リアのウィンドモールで、黒は別に塗らなくていいですよ。これ123456788個のパーツからパーツっていうのかな、8枚。なんで8枚かというと、3D 三次曲面じゃないですか。これはかまぼこ型で、サイドに行くともっとややこしいんですけどね。で、一挙にはちょっと厳しい。例えばこれが1234でもちょっと厳しいと思うんですよ。この角が丸ですよね。R ですよね。その角は角でやっていこうと。で直線は直線でやっていこうということです。だからこの助手席側は、曲線の123つ、それから45678個パーツです。でやってみましたね。どっから行くかな。角から行きますか。角でね、これ基本的にこのフロントとリアはの3つなので、基準がこの真ん中の頂点なんだと思うんですよ。これはで折り込んでいくと、で型紙を作ります。型紙
マスキングテープで、これ今背中使ってちょうど入り墨の部分、チリの部分を探してるんですけどね。でこれをまあできればヘッドルーペつけてボディ傷つけないように、こんな風にしないように、こんな風にね。やだな、もう全部晒しちゃいますけどね、僕は。まあこんな失敗しましたよってことで、まあ僕自身次失敗しないように。でウィンドウの部分まで持っていきたいので、ちょっとこう切り込み入れてやって、ここで切ってくださいというラインをですね出すんです。もうちょっと切り込んでもいいな。まあこれでちょっと切れてない、引っ張っちゃう。型紙ができたわけです。でこれを台所用のキッチンテープ、ツヤありの方ですね。ツヤありだってメッキほどのツヤはないので、ただちょっと強いんですよね。これでも多分ね、やってるうちに傷だらけになるんで、ちょっともうちょい小さめの方が良かったかな。でこれちょっとツヤが強いんで、僕の中では、ツヤを落とします。これは600番のラフですね。まあ600か400か何でもいいんですけど、ちょっとこの上でやると多分ね色が取れてきちゃう。これでいいや。それからあと傷を入れてやる。バフ掛けをしてやるみたいな感じじゃない。これスプレーのりがついてる。スプレーのりもね結構使えるかなと思ったんだけどダメでしたね。なんかね、なんかのものの本、ソリッドモデルやってる人かな、こすってるうちに潰れていくっていうあれがあったんですけど、こすってるうちにどんどんその貼り付けたアルミホイルが歪んでいくという変なところにシワが入っていくという感じになってたんで、アルミホイルは断念しました。もしかしたら温めると緩むかもしれない。ちょっとそれは検証してないです。わかんないです。で今これをね、ここと今のマジックの際ですよね。マジックの際、こういうふうに動くとね切りにくいんですよね。だから大きいところで切るんですけど、で見えないか、前後落としてやる。まあ型紙に従って切り出しました。これを貼るだけです。でこういうゴミはね金属なんでちゃんとこまめに捨てた方がいいと思いますね。これまた裏紙がね剥がしにくいですよ、いちいち。まあこれを貼るんですけど、今度貼るときに視点はこのモールドの側、できれば真ん中で曲げないです。まだチリの部分を合わせてやって、でこれを曲げないで上面に
この外側と内側浮いてるじゃないですか。これを、綿棒のこの斜めにカットした柄の部分でデカールのエアを抜くみたいな感じで、金属なんである程度伸びるはずですから、多少本当わずかな多少ですけどね、無理が効くはずです、この要領で。で実写もね、この角の部分はポコッと上からかぶってるはずです。こうだから今と逆ですよね。直線貼って角の部分をパチンと入れるというか、乗っかってくるという。もうちょっと短いと思います。もし実写のように、実写の寸法でということであれば、これもうちょっと半分ぐらいにカットしていって、でこれカットする時も塗装面があるんでね、気をつけないとダメ。塗装面に傷を入れないように。多分これぐらいのサイズだと思う、サイズ的には。でここからこう順々に次は簡単ですね。ほぼ直線なんで、こっちの上側の方からやりますか。で同様に型を抜くわけです。こっちちょうどいい感じになったな。この紙はね、金属みたいに伸びないので、なるべくこうシワをこの接着前に残さない感じにしてやって、で今ここまでなんで、ここまで来てましたよね。ここでカットするわけです。また同様にチリの部分を背中で押さえて、で慎重にカットしていくと。モールドが浅いところはちょっと非常に刃が逃げやすいんで気をつけた方がいいと思います。でここは重ねない、突きつけにしちゃう。重ねると厚みがあるんでね、アルミテープに。でこれはヘアラインに合わせてやると。でもし変な傷がついてるようなところは使わない方がいいです。で曲線、これ大した曲線じゃないんですけれども、この後サイドウィンドウでちょっと若干きついところある。そういうとこ回す時もこのアルミテープの側をこう動かす感じで切ってやる。ナイフ自体はあんまり動かさない方がいいと思います。多角形になっちゃうんで、ちょっとナイフが今切れが悪くなってるんでテープが動いちゃうんですよ。そうするとずれちゃうんで、ナイフの刃はちゃんと折った方がいいですね。こまめに折らないと多分ダメだと思います。これでパーツができたということですよね。これ裏紙剥がすときにこう曲げちゃわないようにできれば、多分曲がっちゃうと思うんですけどね、やってると。上刃だからこっちが
とねこれはやりにくいかな。どっかこう基準の部分を探さないといけないんで、さっきのこっちだな、やっぱり。そうするとさっき貼ったところのすぐ隣、これはまあ楽ですよね。こんな感じで一周やってくるといいと思います。上手い人はね多分もっとうまく貼れると思うんですよ。ところどころはやっぱりシワが寄っちゃってますね。どっから行くかな。めんどくさいのが多分ね、ここが一番めんどくさいんですよ。この入り墨の部分が、これあえて斜めにします。斜めにやらないと多分うまく合わないです。ここのちょうどこの端っこの部分ですね。端っこの部分。内側を基準点にしてやって、内側と一番下ですね。あとは外側に向かって折り込んでいきます。おっと。こんなもんですかね。多少の隙間はしょうがないですよ。じゃあこんな感じで、貼っていきます。まだ後ろがね、2辺しか終わってない。2辺も終わってない。1辺しか終わってねえや。こんな感じで進めていきますね。これで、ウィンドウモールの方は終了ですね。まあちょっとガタガタしてるけど雰囲気は出たんでいいのではないかな。あんまりガタガタもな。まあ多分やっぱりね、塗装が一番フラットにできますよ。ただまあ金属感はねやっぱりこっちの方があるんで、ちょ
伝えて、今回はこれでやってみました。それでは今回はこのウィンドモールの巻きでした。それではまた。